はい、皆さんこんにちは。進行を務めます、大和道の JK です。そして大和道代表の夏目です。今日はですね、大和道プロダクトボイスで新しく発売されるストレッチメッシュハットの製品の特徴をお話ししていきます。いきなり担当直入なんですけども、ストレッチメッシュハット、なんで夏目さん作りはったんですか？なんかね、ずっと大和道立ち上げてから、キャップ好きで愛用してきたんだけど、ね、ずっと被ってますね。そうそうその理由が、フードかぶりやすいっていうのがあって、でずっとフードが大好きだから、キャップしかないなぐらいに思ってたんだけど、でも大和道立ち上げる前は、僕ずっと実はハットかぶってて、そうなんですね。そうで大和道立ち上げる前に行った GMT でもハットで行ってたんだよね。確かに写真見ました。かぶってましたね。そうでハットのいいとこって、なんか日焼け対策、日差しが強くても首元とか耳とか顔とかもちょっと防ぐことができるし、キャップだったらね、どうしてもこう耳の部分ってこう外出ちゃったりとかして日焼けしちゃいますもんね。で最近子供もいたりとか忙しくて、なんかデイハイキングが僕自身増えて、でなんかハットあったらいいなって思う機会がねだいぶ増えたんだよね。へー。それはやっぱ、こう日差しが晴れの日に狙っていくっていうのもありますしね。でね、先週もなんか残雪の富士山登ってきたんだけど、でキャップで行って、帰ってきたら、首元とか顔とかかなり日焼けしてて、で未だに実は首もちょっとヒリヒリしててなるほど、ハットかぶっていけばよかったなってちょっと後悔したんだよね。なるほど。やっぱそれだけ結構、ハットのつばで隠せる部分ってありますよね。完璧ではないにしろ、キャップよりかはね防ぐことできるだろうから、なんかキャップだけでなく、ハットもかぶりたいなっていうのはちょっと増えたかなと思ってなるほど。そういったところで出てきたってことですね。でもやっぱちょっと僕こう気になってたのが、僕自身もやっぱ結構キャップを選ぶ機会が多くて、太陽で頭の頭部だけ守ろうかなってなってたんですけど、ハットを選ぶってなるとどうしてもそのフードかぶった時の干渉、このなんていうんですかね、ここら辺干渉して、でちょっとこうずれるみたいな感じで思ってたんですけど、実際どうですか？ストレッチメッシュキャップと一緒で、つばがね少し柔らかくてしなるから。確かに柔らかいですね。だからねこうフードかぶってもそんなに嫌じゃない。なんかあんまりずれたりとかしないですか？しないし、多少ね首に当たるとこあるけど、全然気にならず、普段の参考でもハットかぶってフードをして歩くことも多いかなと思う。なるほど。それがじゃあクリアされてるんだったらすごいいいですよね。確かに。そうなんですよ。ここ柔らかいってことはなんか防風性とか、なんていうんですかね、すごい風が強いところとかでもテストされました？した。でとはいえねやっぱハットだから開発当初は風で飛ばされるだろうと思っていて、コードつけたりとか、そういったこともね考えたんだけど、暴風の那須岳の稜線とか、いろんな山の稜線でねテストしてみて、これいけるなってもう確信を得て、もうかなりのこうわーっとした暴風でももう完全にこういなしてかぶってられるし、それは多少やっぱ止めがついてるから。それもある。風うわ強いと思った時にもう簡単にこうキュッとこう絞るだけで締めれるから。なるほど。ちょっと強めればいいってことなんですね。後ろ。もうそれで安心して歩けるな。普通のキャップとかねハットだったらこれ飛ばされるだろうって風でも、ストレッチメッシュハットだったら大丈夫かなと思う。なるほどですね。確かに結構つばの硬いね、ハットも多い中、これやっぱ本当に柔らかいから、僕やっぱ一個気になってたのがなんかやぶこぎとかするってなったりとかした時に、ハットってやっぱそういうところ行くってなった時に、チョイスが自分の中でやっぱ外れるなって思ってたんですけど、柔らかいんだったりとかね、そういう風に風であんまり飛ばされないっていうことなんであれば、全然なんか選べる選択肢に入ってくるなっていう、感じはしますね。でもしそれでもなんかねどうしても心配だっていう人は、ここにループがついてるから、ここにねコードを通せば、首紐みたいにつけられるので、確かにこうピャってつけて、自分自身でなんか何でも紐だったんです。そこに通る紐だったら何でも良さそうですね。なのでそういう形で各自工夫してもらえればいいかなと思います。いいですね。デザイン的な部分でいくとちょっと一個気になったのが、このとんがりの部分これはなんか
こういう感じにしたかったんですか？なんか見た目的にね、なんかこうちょっととんがったようなシルエットで作りたいなと思って作ってみたんだけど、なんか見た目だけでなく、なんかこう熱がねこう行動してて熱くなった時とかこもった時もなんか上からこうちょっとしたね余り部分があることによってなんか熱くなりすぎずなんかこう熱を逃がしてくれるのかなというそういうなんか機能性もあるかなと思って。確かにちょっとやっぱスペース作るだけでその熱のこもりみたいなものをなくして後ろメッシュになってるから風通りますもんね。なるほどっすね。確かに僕 UL シャツとかもうワンサイズちょっと大きめに着たりとかして結構風たくさん入るようにしてたりとかするんですけどやっぱそれだけで換気力上がってるなっていうふうに思うんで確かにその点でいくと帽子にもやっぱスペースちょっと空けたりするとそれだけで熱のこもりとかはなんかなくなりそうですね。そうなんですよ。でまあストレッチメッシュハット基本はここにあるストレッチメッシュキャップ兄弟分として作ったので機能性はほぼ一緒だと思うんだよね。かぶってること忘れるようなかぶり心地であったりとか。それってちなみにグラム数的にはこれ確か32グラムだったと思うんですけど S サイズだとね。で多少ちょっと重たくて50グラムぐらいなんだけど他のねハットに比べたらだいぶ軽量だと思う。そうっすよね。なんかあんまりそんなになんか重い感じのものでもないですし、これがやっぱいいなって思うのが、ポケットに入るっていう、それぐらいまでちっちゃくなるっていうのはやっぱ、いいところですよね。そうだね。であとつばもね、ちょっとした形状記憶あるから、なんか自由に形も変えられるしね。あともう一個なんか、みんな気になるだろうなって思うのが。やっぱり山行くと夜になってきたらヘッドランプつけるじゃないですか。でその時にやっぱ帽子脱いだりとかするっていう人もいらっしゃるかなと思うんですけどこれねこのままいけるんですよね。ここにそのままつけてこうバンドでつけることができるからそれだけやっぱここが柔らかいっていうのってその山でのかなりいろんな利点が高いなっていうのはいいところですよね。そうだね。キャップに比べればさすがにねちょっと使いがヘッドランプの使い勝手は多少落ちるだろうけどでもできなくはない。全然いけると思いますね。あともう一つ伝えたいことがあってどうしてもハットってこうなんかつばが大きいから大きなバックパック背負った時に干渉しがちだったんだよね。確かにここら辺にバックパック着たりとかするとなんか当たってこうハットが動いたりとかね。ハットこうしなるっていうのもあるんだけどあともう一つつばをねちょっと短くしてるんだよね後ろだけ。後ろの方干渉がちょっとしづらいように。確かにそうですね。本当だ。なるほど。じゃあここが短くしてることで後ろのバックパックに当たらずにこういろんなこう向き変えたりとかしても特に何もこう干渉されずに歩けるって感じなんですかね。当たらなくはないかもしれないけどそんなには気にならない。確かに多少当たってもこの柔らかさだったらなんかそれこそいなせるって感じですよね。なんか参考中すごくなんか嫌だなって思うこともないしなんか気持ちよく歩けるんじゃないかなと思います。なるほど。山と道として自信が持てるハットができたかなって思ってます。なるほど。ありがとうございます。じゃあちょっと以上ですね、ストレッチメッシュハットの、製品の、特徴、皆さんお伝わったかなと思うんですけども最後に夏目さんこのストレッチメッシュハットをおすすめしたいハイカーってどんなハイカーですかね？いやもうそれはもうみんなでしょ。そうですね。全員に被ってもらいたいなって、これがちょっともうあと今年の夏販売されてるはずなんで、アルプス行ったりとかしたらもうこのハット被ってる人ばっかりいてたら面白いなって思いますけども、皆さんねぜひこう山でハット被ってみたいなって思う方に関してはぜひトライしてみてもらいたいなと思ってます。それでは皆さん最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしくお願いします。お願いします。